2026年3月、日本の大阪で起きた出来事だ。ある女性が目を覚ました時、自分が16分間死んでいたことを知らなかった。彼女の名は田中由美、43歳、救急外来の勤務医として、これまで数えきれないほどの命と向き合ってきた女性だ。その朝はいつもと変わらなかった。早朝のシフトを終え、疲れた体で車に乗り込んだ。エンジンをかけ、シートベルトを締めた。ラジオから流れる天気予報をぼんやりと聞いていた。次の瞬間、すべてが消えた。交差点に差し掛かった瞬間、対向車が赤信号を無視して突っ込んできた。衝突音すら彼女には聞こえなかった。意識は一瞬で深い闇の中に落ちていった。救急隊員が現場に到着した時、彼女の心臓は止まっていた。脈拍なし、呼吸なし、瞳孔散大。医療の言葉で言えば心肺停止状態。彼女自身が毎日処置してきた患者と同じ状態に陥っていた。病院に搬送され、蘇生処置が始まった。除細動器のパッドが胸に当てられた。1回目、反応なし。2回目、反応なし。医師たちは焦りを押し殺しながら、胸骨圧迫を続けた。脳への血流が止まれば、細胞は1分ごとに死んでいく。その事実を、彼女は誰よりもよく知っていた。16分が経過した時、心臓が動いた。モニターに波形が戻った瞬間、処置室に短い安堵の声が漏れた。しかし医師たちの表情は、まだ険しかった。16分間の心停止。脳波はゼロを記録し続けていた。たとえ蘇生できても、どれほどの後遺症が残るか、誰にもわからなかったからだ。ところが彼女は、目を覚ました。後遺症はなかった。言葉を話し、記憶を持ち、自分の名前を言えた。医療スタッフは困惑した。脳波がゼロの状態で、人は何も経験できないはずだ。記憶など、形成されるはずがない。それが医学の常識だった。しかし彼女は静かに言った。私は、見てきました。感じてきました。あの場所で、と、その言葉の意味を、医師たちは当初、理解できなかった。では、死の16分間に、彼女は何を体験したのか、そしてなぜ彼女は、生還した後に全く別の人間になったのか、それを知るには、まず事故が起きる前の彼女の人生を、知らなければならない。2026年3月、大阪のある病院に、1枚の診療記録が残された。そこには、こう記されていた。心停止16分、蘇生成功、患者の意識は現在、生命、と、しかしその欄外に、担当医が鉛筆で書き添えた一文があった。患者の証言、医学的に説明不能、と、この記録の主は、村田直美、当時42歳、大阪市内の総合病院に勤める、内科医だった。彼女の日常は、傍から見れば申し分のないものだった。難関を突破して医師免許を取得し、20年近くにわたって患者と向き合ってきた。同僚からの信頼も厚く、後輩の指導にも熱心だった。しかし、その内側は違った。結婚生活は、長年にわたって冷え切っていた。夫との会話はほとんどなく、食卓では互いに言葉を探すことすらしなかった。子供は2人いたが、多忙を理由に行事のほとんどを欠席してきた。仕事があるから、という言葉が、いつしか言い訳ではなく、糧になっていた。母親との関係もまた、深い傷を抱えていた。幼い頃から、もっとできるはずだ、と言われ続けた彼女は、努力することで愛されようとした。医師になったのも、その延長線上にあった。しかし母は最後まで、よくやった、とは言わなかった。そして数年前、その母は他界した。和解のないまま、直美はその後も、ずっと走り続けた。立ち止まれば、何かが崩れてしまいそうで、忙しさを理由に、自分の内側を見ないようにしてきた。2026年3月のあの朝も、彼女はいつも通りだった。早朝から回診をこなし、昼を取る間もなく外来を続けた。夕方、ようやく車に乗り込んだ時、体の疲れは限界に近かった。交差点に差し掛かったのは、午後6時を少し過ぎた頃だった。信号は青だった。彼女はそのまま直進した。次の瞬間、右側から強い衝撃が来た。意識は、そこで途切れた。救急車が到着した時、彼女の心臓はすでに止まっていた。医療チームは蘇生処置を開始した。1分、5分、10分、心臓は動かなかった。脳波はゼロを示し続けた。
そして16分が経過した時、奇跡のように心拍が戻った。医師たちは安堵した。しかし後に彼らを最も困惑させたのは、蘇生そのものではなかった。彼女が目を覚ました後に語り始めた。あの16分間の記憶だった。脳波がゼロの状態で、人間は何かを感じることができるのか、意識が存在しない場所に体験はあり得るのか、その問いの答えは彼女の言葉の中にあった。彼女が目を開けたのは病院のベッドの上だった。天井の白い光、点滴のチューブ、看護師の声、すべてがゆっくりと輪郭を取り戻していった。しかし彼女の意識はまだ別の場所に残っていた。蘇生処置が行われていたあの16分間、医師たちの目にはただの無が広がっていた。心臓は動かず、脳波は沈黙し、生命の痕跡はどこにもなかった。だが彼女はそこにいた。自分の体が遠くなっていくのを感じたという。痛みが消えた。重さが消えた。体というものがまるで脱いだコートのように足元に落ちていくような感覚だったと。そして気づいた時、彼女は自分の体を上から見ていた。救急隊員が胸を押している。除細動器の電極が皮膚に当てられている。誰かが叫んでいる。自分の名前を。しかし彼女には恐怖がなかった。不思議なほど静かだった。嵐の中心にいるような完全な静寂だった。それは夢ではなかった。彼女は後にその場にいた医師の動きを、使われた器具の種類を、壁の時計が示していた時刻を正確に描写した。医師たちは言葉を失った。脳波がゼロの状態で、そのような認識が生まれる余地は医学的にはありえない。意識とは何か、魂とはどこに宿るのか。彼女が体験したのは単なる幻覚ではなかった。それは肉体の外側に広がるもう一つの現実だったのかもしれない。彼女はその静寂の中でただ漂っていた。怒りも悲しみも何も感じなかった。ただ全てが許されているような温かさだけがあった。そしてその先に何かが見え始めた。光ではなかった。トンネルでもなかった。それはもっと別の何かだった。次の時、彼女が向かった場所で何が待っていたのか。そこで彼女が感じたものがその後の人生を全て変えることになる。それは光ではなかった。よく語られる眩しい白い光でも細長いトンネルでもなかった。彼女が向かったのはもっと柔らかくもっと深い何かだった。強いって言葉にするならそれは場所というより感覚に近かった。どこまでも続く静かな温かさ、終わりのない優しさ。彼女はその中をゆっくりと進んでいた。怖くなかった。不安もなかった。ただ自然に吸い込まれるように前へ前へと向かっていた。その時、不意に誰かの気配を感じた。振り返るとそこに見知った顔があった。3年前に亡くなった彼女の祖母だった。現実の記憶の中の祖母よりずっと若く、ずっと穏やかな表情をしていた。言葉はなかった。声も聞こえなかった。それでも全てが伝わってきた。ここはまだあなたの場所じゃない。そう言われたような気がした。いや、言葉ではなく感情そのものが直接心に流れ込んできた。彼女は泣かなかった。泣けなかったのではなく、泣く必要がなかった。悲しみではなく、満たされた何かが胸の中を満ちていったから。祖母の存在は徐々に薄れていった。遠ざかるのではなく、溶けるように消えていった。それでも彼女は寂しくなかった。そのぬくもりだけが確かに残っていたから。その後、彼女が感じたのは、ある境界の感覚だった。ここから先は違う。はっきりとした線があるわけではなかった。でも何かが変わった。空気が変わった。と言えばいいのだろうか。暖かさの向こう側に何か別のものが存在していた。引き寄せられる感覚と引き戻される感覚が同時に彼女を包んでいた。どちらに進むべきかという迷いはなかった。ただ選ばなければならない何かがそこにあると分かった。そして彼女はその境界の前で静かに立ち止まった。その先に何があるのか。彼女が見たものは医療の言葉では決して説明できないものだった。その場所には境界があった。目に見えるものではなかった。音もなかった。それでも彼女にははっきりと分かった。
ここから先は違う世界だと。暖かさはまだ全身を包んでいた。恐怖はどこにもなかった。ただ静けさの中に一つの問いかけが生まれた。あなたは戻りますか？言葉ではなかった。声でもなかった。しかしその問いはどんな言葉よりも深く彼女の中に届いた。彼女はその教会の前で立ち尽くした。引き寄せられる感覚は確かにあった。この先に進めばもう痛みはない。疲れも後悔も全てが消える。そのことが静かにしかし確かに伝わってきた。同時に何かが彼女を引き戻そうとしていた。それは義務感ではなかった。恐怖でもなかった。もっと柔らかな温かな何かだった。まだやり残したことがある。まだ誰かに届けなければならないものがある。その感覚がじわりと広がっていった。彼女は後になってこう語っている。あの場所で初めて自分の人生の意味を理解した。と、医師として働いてきた16年間、患者を救うことに全力を注いできた。しかし、どこかで自分自身の声を聞くことを忘れていた。家族との関係もすれ違い続けていた。謝れないまま、伝えられないまま、時間だけが過ぎていた。そのすべてが、あの教会の前で、一瞬にして見えた、というより、感じた、ありありと、体の奥から、そして彼女は気づいた。戻ることは、逃げることではない。戻ることこそが、自分に与えられた続きなのだと、その瞬間、引き戻す力が強くなった。教会が、遠ざかっていった。暖かさは消えなかった。むしろ、その暖かさを抱えたまま、彼女は動き始めた。どこへ向かうのか、まだわからなかった。ただ、戻るという選択が、全身に満ちていた。脳波はゼロだった。医療記録には、そう記されている。意識が存在できる状態ではなかった。それでも、彼女の中では、これほど鮮明な体験が刻まれていた。科学は、それを説明できなかった。しかし彼女にとって、説明など必要なかった。あの教会で見たもの、感じたもの、選んだもの、それは、彼女の人生そのものを書き換えた。そして、その直後、彼女の意識の中に、もう一つの映像が広がり始めた。それは、自分の人生のすべてだった。映像は、静かに始まった。最初に現れたのは、幼い頃の記憶だった。母親の腕の中で眠る感触、台所から漂う夕食の匂い、まだ名前も知らなかった感情の数々が、波のように押し寄せてきた。それは映画のようであり、夢のようでもあった。しかし、何よりも鮮明だった。人生の一場面一場面が、光を帯びて広がっていく。学校へ向かう朝の道。初めて誰かを好きになったあの瞬間。泣きながら帰った夜。誰にも言えなかった後悔。ずっと謝れなかった言葉。それらが、順番など関係なく、ただそこにあった。彼女はその映像の中に、ただ漂っていた。責められているわけではなかった。裁かれているわけでもなかった。ただ、見ていた。そして気づいた。すべての瞬間に、意味があったということを、無駄な日など、一日もなかった。からかった日々も、道に迷った季節も、すべてがつながっていた。医師として過ごした十数年間が、流れていった。救えた命と、救えなかった命が、同じ重さで並んでいた。彼女は初めて、自分が全力を尽くしていたことを、受け入れた。許せなかった父親の顔が浮かんだ。長年避けてきた記憶だった。しかしその瞬間、不思議なことが起きた。憎しみが、なかった。ただ、一人の人間として、父が見えた。傷を抱えながら生きた。一人の人間として、涙が出た。しかしそれは、悲しみの涙ではなかった。何かが、溶けていく感覚だった。何十年もかけて積み上げた壁が、静かに崩れていった。パノラマは続いた。友人との笑い声。患者に告知を伝えた日の重さ。桜が散る公園で一人座っていた昼下がり。すべてが、愛おしかった。完璧ではなかった人生が、ただそのままで、美しかった。そして映像の最後に、一つの問いが浮かんだ。声ではなかった。言葉でもなかった。しかし確かに、問いかけられていた。あなたは、戻りますか？彼女は迷わなかった。戻る理由が、見えていた。やり残したことがあった。伝えなければならない言葉があった。出会うべき人が、まだそこにいた。パノラマはゆっくりと閉じていった。そして次の瞬間、
彼女の意識は全く別の場所へと向かっていった。暗闇ではなく、光の中へ、境界の向こうから、現実、それが、帰還の始まりだった。モニターが、鳴り続けていた。一定のリズムを刻んでいた警告音が、突然、変わった。フラットだったラインが、震えた。小さく。しかし確かに、反応あり。誰かが叫んだ。処置室に緊張が走った。医師たちは手を止めず、次の処置へと動いた。16分。それが、彼女の心臓が止まっていた時間だった。医学的には、それは死だった。蘇生の可能性が、統計上ほぼゼロになる時間だった。しかし、彼女の胸は再び動き始めた。ゆっくりと、そして、確実に、担当医は後に、こう記録している。16分の心停止後にこれほど安定した心拍が戻ったのは、説明が難しい。脳波はゼロだった。血流は完全に途絶えていた。にもかかわらず、彼女は戻ってきた。病院のベッドに目を開けたとき、天井の白さが目に飛び込んだ。眩しかった。重かった。空気が、とても濃く感じられた。全身に管が通っていた。声が出なかった。それでも、彼女は泣かなかった。不思議なほど、静かだった。怖くなかった。痛みよりも先に、ある感覚が全身に広がっていた。暖かさだった。あの場所の記憶が、まだ残っていた。光の中にいたこと、境界の向こうで感じた。無限の平穏。すべてを許していた自分。すべてに感謝していた自分。それが、まだ体の中に染み込んでいた。看護師が手を握った。よく戻ってきてくれた。その言葉を聞いたとき、彼女は初めて、涙をこぼした。泣いていた理由が、自分でもわからなかった。悲しくはなかった。むしろ、逆だった。医療チームは混乱していた。脳波がゼロの状態で、なぜこれほど鮮明な意識が保たれているのか。通常、心停止から4分を超えると、脳への不可逆的なダメージが始まる。16分では、記憶どころか、意識そのものが失われるはずだった。それが、医学の常識だった。しかし、彼女は覚えていた。あの光を、あの声を、問いかけを、そして、自分が選んだ答えを、医師たちはカルテに記録した。患者は心停止中に体験した詳細な記憶を報告している。脳波ゼロの状態においてこれほど具体的な記憶形成が起きる医学的根拠は現時点では存在しない。それが、公式な記録として残された言葉だった。説明できない。と、彼女は数日後、ようやく家族と話すことができた。その時、彼女の口から出た最初の言葉は、謝罪でも感謝でもなかった。あなたのことが、見えていた。その一言が、長年凍りついていた関係を、静かに動かし始めた。期間は終わった。しかし、本当の変化は、ここから始まろうとしていた。帰ってきた。しかし、彼女自身もまだ気づいていなかった。本当の変化が、これから始まるということを、退院の日、病院の廊下を歩きながら、彼女はふと立ち止まった。窓から差し込む光が、やけに眩しかった。以前は気に留めたこともなかった。ただの午後の光だった。それが今は、胸の奥まで届くように感じた。何かが、根本から変わっていた。まず変わったのは、時間の感覚だった。急ぐ必要がない、と感じるようになった。以前の彼女は、常に走っていた。医師としての仕事、家庭の責任、周囲への期待、すべてを同時にこなさなければという焦りが、いつも心の底にあった。しかし今は、その焦りがない。静かに、ただ目の前のことに集中できる。それだけで、十分だと思えるようになっていた。次に変わったのは、人との関わり方だった。夫と話すとき、彼女はもう言葉を急がなかった。相手の沈黙を、以前のように不安に思わなかった。ただ、そこにいることが、温かかった。娘とは、初めて長い時間を一緒に過ごした。特別なことは何もしなかった。ただ、隣に座って、同じ景色を見ていた。それだけで、娘は泣いた。お母さんが、ここにいる。と、その言葉が、どれほど重かったか、彼女は初めて、自分がどれだけ遠くにいたかを知った。体はそこにあっても、心は常に別の場所にあった。あの16分間が、彼女、初めて、今、に連れ戻した。そして、最も大きな変化が訪れた。ある夜、末期がんと診断された患者から電話があった。その患者は、彼女の旧友だった。死ぬのが怖い、と
声を震わせていった。彼女は長い間、黙って聞いていた。そして、静かにこう言った。怖くなくなる瞬間が、きっとある。それは慰めではなかった。経験から出た言葉だった。その夜から、彼女の中で何かが決まった。数週間後、彼女は長年勤めた病院に辞表を提出した。医師の職を手放した。そして、末期患者の傍らに寄り添う相談員としての道を選んだ。周囲は驚いた。しかし彼女は、迷わなかった。あの場所で感じた平穏を、誰かに渡したかった。言葉で証明できなくてもいい。ただ、隣にいることができれば、それが今の自分にできる。最も誠実な生き方だと思った。変化は、派手ではなかった。声高に何かを叫ぶわけでも、奇跡を語り歩くわけでもなかった。ただ、静かに、確かに、彼女の人生の輪郭が書き換えられていった。しかしここで、一つの問いが残る。この変化は、魂が触れた証なのか、それとも、状態に置かれた脳が生み出した、精巧な幻なのか。科学は今も、答えを探し続けている。科学は、長い間この問いと向き合ってきた。心停止の状態で、人は何かを体験できるのか。脳波がゼロを示す瞬間に、意識は本当に消えるのか。彼女の記録は、その問いに真正面からぶつかるものだった。医療チームが残した記録には、こう書かれていた。脳波の消失が確認された状態で、これほど具体的かつ構造的な記憶が形成されることは、現在の神経科学では説明できない。これは、感情的な証言ではない。訓練を受けた医師たちが、データを前にして出した結論だ。現代の神経科学では、意識は脳の活動によって生み出されるとされている。脳が止まれば、意識も止まる。それが、長く支持されてきた考え方だ。しかし近年、この前提を揺るがす研究が相次いでいる。2025年、オランダとイギリスの共同研究チームが発表した報告書がある。そこには、心停止後に蘇生した患者の一部が、医療的に、無意識、とされていた時間に、明確な視覚体験や感情の記憶を持っていたという事例が記録されていた。彼らの脳は、計測上は機能を停止していた。それでも、何かが残っていた。あるいは、何かが始まっていた。科学者たちはこれを、臨死体験、と呼ぶ。英語ではニアーデスエクスペリエンス。略して NDE と表記される。世界中で数千件以上の報告が集まり、その内容には驚くほどの共通点がある。光のトンネル。圧倒的な平和の感覚。すべてを許す感情。そして、戻らなければならない。という確信。彼女の体験も、その一つに重なる。ではこれは、脳が極限状態に追い込まれた時生み出す。精巧な幻覚なのか、それとも、脳を超えた何かが存在することの、静かな証拠なのか、どちらの側も、断言できない。科学は誠実に、わからない、という。そして、その、わからない、という余白の中に、人間の最も深い問いが宿っている。魂はあるのか、死の先に、何かはあるのか。彼女は、その問いに言葉で答えようとはしない。ただ、こういう、私が感じたことは、本物だった。それで十分です。科学が証明できなくても、彼女の人生は変わった。職業が変わり、関係が癒され、怒りが消えた。体験の真偽よりも、その後の現実の方が、雄弁に何かを語っている。そして今、彼女はある言葉を、ゆっくりと語り始めている。それは、死の淵から持ち帰った。一つのメッセージだ。彼女が持ち帰ったメッセージは、難しいものではなかった。むしろ、あまりにも単純で、だからこそ、胸に深く刺さる。あなたの隣にいる人を、今日、ちゃんと見てください。彼女はそういう、死の向こう側で感じた光は、遠い場所にあったのではなかった。それは、誰かの目を見つめるとき、誰かの手を握るとき、ありがとう、と声に出すとき、その瞬間の中に、すでに宿っていたのだと。医師として過ごした十数年間、彼女は、治すこと、だけを考えていた。数値を見て、処置を考え、次の患者へと進んでいった。しかし今、末期の患者たちの傍らに座る彼女は、ただ、その人の言葉を聞く。泣いてもいい、と伝える。怖くていい、と伝える。そして、こういう、あなたが感じていることは、本物です。死を経験した彼女だからこそ、言える言葉がある。生きていることは、当たり前ではない。
この朝、目を覚ましたこと、誰かと同じ食卓を囲んでいること、窓から光が差し込んでいること、それらすべてが、すでに奇跡だと、彼女は知っている。16分間、彼女の心臓は止まっていた。脳波はゼロだった。それでも彼女は、何かを感じ、何かを見て、そして戻ってきた。なぜ戻ってきたのか、と問われると、彼女は少し微笑んで答える。まだ、伝えるべきことがあったからだと思います。その言葉が、今日、あなたに届いている。死の淵から持ち帰られたメッセージは、難解な真理ではない。ただ、今日という日を、丁寧に生きてほしい。それだけだ。